皆さん、こんばんは。今回は宇宙の暗黒時代についてお話ししていきましょう。私たちが夜空を見上げると、無数の星々が輝いています。しかし、宇宙の歴史を遡っていくと、星も銀河も光そのものも存在しなかった時代がありました。それが宇宙の暗黒時代と呼ばれる時期です。宇宙はおよそ138億年前、ビッグバンによって誕生しました。誕生直後の宇宙は極端に高温高密度で、光や物質が混ざり合ったプラズマの海でした。その後、宇宙は膨張と冷却を続け、約38万年後に宇宙の晴れ上がりと呼ばれる出来事が起こります。電子と陽子が結びついて水素原子が生まれ、光が自由に進めるようになったのです。この時放たれた光が、今も私たちが観測している宇宙背景放射です。しかし、晴れ上がりの後に宇宙は一変します。物質はまだ薄く広がっているだけで、星や銀河は存在していません。光を放つ天体がなかったため、宇宙は暗黒に包まれたのです。この時期を暗黒時代と呼びます。暗黒時代の宇宙は一見何もなかったかのように思えます。しかし、実際には星や銀河が誕生するための準備が静かに進んでいました。重力の働きによって水素やヘリウムが少しずつ集まり始め、密度の濃い領域が生まれていきます。これらの領域がやがて最初の星や銀河の種となるのです。ただし、このプロセスには非常に長い時間が必要でした。宇宙が晴れ上がってから数億年もの間、星の光が存在せず、ただ闇が広がっていたと考えられています。やがて宇宙誕生からおよそ1億から数億年後、最初の星、いわゆる第一世代の星が誕生します。第一世代の星は現在の星よりもずっと巨大で、非常に短命でした。数百万年という短い寿命の後に超新星爆発を起こし、宇宙に重元素をまき散らします。こうして初めて宇宙に光が灯りました。暗黒時代は終わりを告げ、宇宙は再び輝きを取り戻したのです。最初の星々や初期の銀河が放つ強烈な紫外線は、宇宙に広がっていた水素ガスを再び電離させていきます。この出来事を宇宙の再電離と呼びます。再電離が進むことで宇宙は透明度を増し、私たちが今観測できるような銀河の姿が整っていきました。暗黒時代は再電離の幕開けによって完全に終わったと考えられています。暗黒時代は直接観測することが非常に難しい時期です。なぜなら、光を放つ天体がなかったからです。では、私たちはどうやってその時代を知ろうとしているのでしょうか。一つは、宇宙背景放射に残された微細な揺らぎの解析です。これによって、暗黒時代に物質がどのように分布していたのかを推測できます。もう一つは、水素原子から出る21センチ線と呼ばれる電波の観測です。暗黒時代の水素ガスが放つこの信号を捉えられれば、まるで宇宙の帯同を直接覗き込むように、その時代を再現できる可能性があります。近年では電波望遠鏡による観測が進んでおり、暗黒時代の解明は天文学の最前線のテーマの一つとなっています。宇宙の暗黒時代とは、ビッグバンから38万年後に晴れ上がりが起こった後、星や銀河がまだ存在せず、光のない闇が広がっていた数億年の時代を指します。その静寂の中で、物質は重力によって集まり、やがて最初の星や銀河が誕生しました。暗黒時代はまさに宇宙が新たな光を生み出す前の帯同の時代だったのです。私たちが見上げる星空は、この暗黒の時代を乗り越えて誕生した光に満ちています。宇宙の歴史を知ることは、今ここに生きる私たち自身のルーツをたどることでもあるのです。それではまた次回お会いしましょう。